皆さんこんにちは。私の動画を開いてくださりありがとうございます。今日はホーチミンのグルメまとめ動画を作ってみました。私が行ったレストランやカフェ、ホーチミンで食べたグルメをすべてご紹介します。もちろんすべて忖度なしの正直レビューをします。とは言ってもすべてただの個人的感想に過ぎないので参考までによろしくお願いいたします。おすすめのレストランやカフェ、絶対食べるべきグルメは皆さん要チェックしてみてください。もしよろしければダナン、ホイアンとハノイ、ハロン湾のまとめ動画もご覧ください。これからベトナム旅行に行く方の参考に少しでもなれたら嬉しいです。それではスタート。まず最初にご紹介するのは美味しいフォーのお店です。お店はとっても綺麗でまるでカフェ。2階にも座席があり、テラス席もありました。種類が多すぎて何を食べるか迷ったので、お店の名前がついていたママフォースペシャルをいただきました。以後お店の名前だったり読み方が間違えているものがあったらごめんなさい。スープは八角の香りなんですかね。東南アジア料理によくある香草系の味が少ししました。私は八角やパクチーがあまり得意ではないのですが、これは程よく香る程度で食べやすかったです。麺は軽いけどもっちり、美味しかったです。ここでは本当にいろいろな種類の方を楽しむことができるみたいです。それからサイドで揚げフォーロールを頼んでみたのですが、これ美味しすぎました。外はサクッと中はもっちりで甘じょっぱいタレが絡んでとっても美味しかったです。最高のおつまみ。これとビールの相性抜群でした。ホーチミンで最も有名なバインミーのお店、バインミーフィンホアをご紹介します。ホーチミンに行ったことがある方ならおそらく一度は食べたことがあるバインミーではないでしょうか。店内は座席数が少ないのでテイクアウトするか席があるか先に確認しておくといいと思います。じゃじゃーん、こちらがバインミーフィンホアのバインミーです。ここのバインミーはサイズが大きいです。パテもハムもたっぷり入っていてボリューム感がありました。野菜は自分の好みで入れることができるのでありがたいです。私のように野菜があまり好きでない方は少なめに入れることもできます。パクチーが嫌いな方も入れなければ大丈夫です。やっぱり有名なだけあります。とっても美味しいです。本当に美味しすぎてボリュームの割にペロリと完食しちゃいました。この大きさでも一人一個食べることができると思います。ホーチミンに来たら絶対食べるべきバインミーです。ついでにバインミーフィンホアの真隣にあるカフェをご紹介します。白を基調としたとっても可愛いカフェです。店員さんも親切でとっても素敵なカフェでした。バインミーフィンホアのバインミーを食べたらぜひ隣などで立ち寄ってみてください。続いて私のお気に入りのバインミー屋さんをご紹介します。ここのバインミーもとっても美味しいです。ここは店内がとっても綺麗で清潔感があります。カフェのような雰囲気です。1階で注文、2階はイートインスペースになっています。ここでは様々な種類のバインミーを食べることができます。メニューに写真がついているのでとっても見やすいです。
じゃじゃーん。こちらが初めて食べたバインミー。こちらがリピートした際に食べたバインミーです。具材がたっぷり。ちなみに私は2回目はパクチー抜きで頼みました。ここはパンだけで食べても美味しいくらいパンも美味しいです。あととにかくパンは外がサクサクです。ホーチミンでおすすめのバインミー専門店です。ここもご存知の方多いかもしれません。ホーチミンの超名店バインセオのお店をご紹介します。かわいいピンクのタンディン教会から歩いてすぐの場所にあります。店頭ではバインセオが次々と作られている様子を見学することができます。厨房の熱気を間近で感じることができちゃいます。メニューは豊富でバインセオだけでなく様々なベトナム料理を楽しむことができます。私はバインセオと生春巻き、揚げ春巻きを頼んでみました。バインセオです。でもここはやっぱりバインセオが格別に美味しいです。生地はパリパリサクサクで甘い香りがほんのり香って美味しいんです。一緒に出てくる葉っぱたちでバインセオを包んで食べたらさっぱりいただくことができます。ホーチミンで絶対行くべきバインセオの美味しいお店です。続いて大きいショッピングモールヴィンコムセンターに入っていたレストランをご紹介します。ヴィンコムセンターはたくさんのブランド、飲食店、スーパーマーケットのウィンマートも入っているのでおすすめお買い物スポットです。ちょっと話がそれますが、大好きな MLB もヴィンコムセンターの中に入っていました。ベトナムの MLB も可愛い商品がたくさんあるんです。ベトナムに来た際は私は必ずチェックしています。さて、ヴィンコムセンターのレストランフロアで見つけてフラッと入ったベトナム料理屋さんをご紹介します。様々なベトナム料理を楽しむことができるお店です。ロールは注文するや否やすぐに出てきたので作り置きなのでしょうか。皮がちょっと硬く感じました。バインセオは出来たて熱々でした。ご覧の通り、今さっきご紹介したお店のバインセオとは外の生地がまた全然違います。これはこれで日本のお好み焼きに似ているような感じで美味しかったです。続いて同じくヴィンコムセンターのレストランフロアで見つけたベトナムの有名なチョコレート屋さんをご紹介します。店内はチョコレートでいっぱい。夢のような空間でした。高品質なチョコレートやオリジナルグッズはお土産にぴったりだと思います。この時はお腹もいっぱいだったのでチョコレートドリンクだけをいただきました。濃厚なのに甘すぎずで美味しかったです。ぜひ立ち寄ってみてください。ホーチミン2区タオディエン地区のザ・デックサイゴンという川沿いにあるレストランをご紹介します。タオディエン地区は高級住宅街で美味しいお店やおしゃれなお店、カフェがたくさんあるそうです。天気も最高に。とっても人気なお店ということで川沿いのテラス席を予約しておきました。すごく期待していたのですが綺麗な川とは言えないですね。でも開放的な雰囲気でとっても居心地のいいレストランではありました。注文したお料理も美味しかったです。特にアランチーニが外刈り中持ちで美味しかったです。川の景色を楽しむというよりは開放的な雰囲気を楽しめるレストランだと思います。夜もとっても雰囲気がいいそうなのでぜひ行ってみてください。
続いて同じくホーチミン2区のタオディエン地区にあるカフェをご紹介します。ホーチミンに展開する人気カフェレストランルージンというお店です。店舗によってそれぞれ雰囲気が違うみたいです。ここの店内は広々としていて落ち着いた雰囲気でありながらもユニークでおしゃれな内装でした。私たちはドリンクのみをいただきましたが、美味しそうなフードメニューもたくさんありました。おすすめのカフェです。続いてカジュアルなフレンチ料理店ココットをご紹介します。ベンタイン市場近くの路地裏に位置しています。レストランがいくつか並んでいてとっても賑わっていました。こちらがメニューです。写真付きのメニューで選びやすいです。どのお料理もとっても美味しそうでした。かなりメニューが豊富だったので何を食べようか迷いました。時間帯によっては混み合っているので予約をしておいた方がいいかもしれません。白ワインをカラフェで頼みました。シーフードのお料理を頼んだので単純に白にしました。パンとアミューズがサービスで出てきました。パンが温かくて美味しかったです。こちらはスパイシーシーフードスパゲッティです。ご覧の通り大きめのシーフードがたっぷり入っていました。ピリ辛のトマトソースで美味しかったです。こちらはオニオングラタンスープ。玉ねぎのコク、甘み、旨みがしっかり出ていてとっても美味しかったです。優しいお味でした。こちらはムール貝の白ワイン蒸し。これほどワインが進む食べ物はないのではないでしょうか。ムール貝の旨みと塩気が本当に美味しかったです。お店はオープンテラスでとっても雰囲気が良かったです。お料理も一つ一つ美味しかったです。ホーチミンにまた来たら絶対リピート確定。お気に入りのお店となりました。ただし一つ注意点。食事を楽しんでいたら道を駆け抜けていくネズミを見つけちゃいました。人生初めてネズミを見たので衝撃を受けました。想像の中のネズミより2倍大きくてびっくり。路地裏で飲食店が集まっているのでネズミが結構生息しているのかもしれません。猫ちゃんを召喚しないとですね。幸い遠くを通り過ぎただけだったので良かったです。でもネズミに遭遇する可能性があってもまた行きたくなるくらい美味しかったお店でした。大人気レストランのピザ4ピースをご紹介します。なんとオーナーは日本人の方。日本風とイタリアンを融合したお料理を楽しむことができます。こちらがメニューです。ここは本当にメニューが多いので何を食べるかいつも迷ってしまいます。全部美味しそうなんです。ピザ4ピースはベトナムに来たら必ず一度は訪れるくらい大好きなレストランです。とっても人気なのでぜひ予約をしてから行くことをお勧めします。ここのビールグラスとっても可愛いんです。買って帰ろうと思っているのにいつも忘れてしまうので今度行ったら絶対買いたいと思います。
ピザ4ピースでやっぱり一番食べるべきものはピザですよね。1枚のピザで2種類の味を楽しめるハーフ&ハーフピザがおすすめです。ピザも種類豊富で変わったトッピング、味も多いです。テーブルには蜂蜜とチリオイルが置いてあるので味変しながら食べることもできます。私はピザの耳を蜂蜜につけて食べるのが大好きです。でも実は私がここで一番推したいのはサイドメニューです。サイドメニューが美味しいんですよ。こちらはパルマハム入りトリュフブラータパイ。トリュフの香りがプンプン漂ってきて、匂いからもう美味しさ確定案件でした。パイ自体もほんのり甘みがあって、ハムの塩気とまろやかなチーズとよく合うんです。これ本当に美味しかったです。こちらはトマトソースのクリーミーシーフードコロッケです。ご覧の通りシーフードがぎっしり詰まっています。まろやかなトマトソースとよく合ってとっても美味しかったです。これも本当におすすめです。ベトナムで何を食べるか迷ったらピザ4ピースで間違いなしです。お料理が美味しいのはもちろんのこと、ホスピタリティも素晴らしいお店です。いろいろな店舗に行きましたが、これは徹底されていました。ピザ4ピース、ぜひ皆さんも行ってみてください。ミシュランガイド一つ星レストランアナンサイゴンをご紹介します。縦長の細いビルのお店はとっても狭く、カジュアルなお店でドレスコードも特にありません。こちらのレストランではベトナム屋台料理を現代風にアレンジしたモダンベトナム料理を楽しむことができます。まず第一に全てのお料理は見た目から楽しませてくれました。一つ一つのお料理がアートのように美しく繊細でした。どのお料理も食べたことのないような味、食感で驚きの連続でした。食は冒険と言いますが、まさにこのことですね。ちなみに私は2023年12月に訪問しました。訪問の1ヶ月ほど前に予約をしておきました。大人気なお店ですのでご予約をおすすめします。ビールはサイゴンスペシャルというベトナムのプレミアムビールをいただきました。すっきり爽やかな味わいで暑いベトナムにぴったりなビールです。最後にやってきたデザート。もうこれのあまりの酸味の強さに驚きました。本当に思わず2人でスッパーッと笑ってしまったほどです。最後の最後まで驚かされ、笑いありの楽しい夕食となりました。食の冒険をしたい方、気になる方は一度足を運んでみてください。ホーチミンで人気のカフェチェーンチーズコーヒーをご紹介します。チーズコーヒーも店舗によってカフェの雰囲気が全然違います。こちらの店舗はクラシックなヨーロッパのスタイルの外観、内装でした。もうインテリアが可愛すぎているだけで気分が上がっちゃいました。お店前のテラス席に座れば気分はパリ。昼間に来ても夜に来てもとっても素敵なカフェだと思います。おすすめのカフェです。続いてタンディン教会の目の前に位置する絶景のお店をご紹介します。景色のいい席に座りたかったので私は事前に予約をしておきました。
景色を見てください。レストランからとっても綺麗にタンディン教会が見えます。ここでは美味しいハワイ料理を楽しむことができます。可愛すぎるピンク色のタンディン教会を眺めながらお食事を楽しむことができます。こちらはクアアイナバーガーです。断面図がとっても美しいです。店員さんが2等分にカットしてくださいました。とっても色とりどりのポケ、マグロやお野菜など具材がたっぷり入っています。ここはただの映えスポットではなく、食べ物もとっても美味しかったです。ポケもハンバーガーも本当に美味しかったです。2人でシェアして食べましたが、結構量も多くて大満足でした。店員さん方は温かくフレンドリーで、店内はハワイらしい雰囲気漂うとっても居心地のいい空間でした。ホーチミンを訪れたら絶対行くべきレストランです。屋上から見るタンディン教会はさらに迫力がありました。とっても綺麗。ここに来たら絶対屋上も忘れずに立ち寄ってください。SNS 映えすると有名なピンクのタンディン教会。夜はライトアップされてより華やかに、日中の姿とはまた違った魅力を見せてくれます。ホーチミンに来たら絶対行くべきスポットです。それでは最後のお店となりました。タンディン教会の目の前にあるカフェをご紹介します。今ご紹介したオラハレレストラン&バーの隣にあるお店です。こちらのカフェからもタンディン教会が綺麗に見えるんです。美しいタンディン教会を背景に美味しいコーヒーを楽しむことができます。お支払いは現金のみなはずなのでご注意ください。さて、今日の動画は以上となります。大切なお時間を使いご視聴いただきありがとうございました。今日は私がホーチミンで行ったレストランやカフェ、食べたグルメをすべてご紹介してみました。いかがでしたか？皆さんのお役に少しでも慣れていたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。